皆さんこんにちは、サマです。今日の日本語のポッドキャストは秋について少しお話しできればと思います。はい、皆さんは秋どんなことをしていますか？日本の秋のイメージはどんな感じでしょうか？はい、日本は私が子供の頃かな、それよりももしかしたら前から〇〇の秋って言われてたりします。で、その〇〇っていうのが読書だったり、スポーツ、あとは食欲の秋とか言ったりしますね。で、それらは活動がしやすいとか、食欲がすごい出てくるとか、そういう意味の時期が秋だなっていうところから来ているそうです。はい、私は秋には何がしたいかなって考えてたんですけど、だいたい温泉旅行に行きます。はい。温泉旅行にバスなり電車なりで3時間とかかけて移動して、で温泉旅館のその旅程というか部屋食とか言うんですけど、泊まってるお部屋にご飯とかお食事を持ってきてくれるっていうのを部屋食って言います。でそれをゆっくり食べて、その紅葉ですね、もみじだったり葉っぱの色が変わっていくこと、紅葉なんですけど、それのねグラデーションをねこう見るのがすごい好きですね。はい、だいたい紅葉の時期って、いつなんだろうって毎年思うんですけど、結構タイミングが難しいんですよね。その旅行と紅葉を合わせる日程を組むっていうことが難しいという意味です。はい、意外と日本も、特に今とか急に雨が降ってきちゃったり、ゲリラ豪雨があったり、あとは夏が暑すぎて紅葉が進んじゃって、いつもより早く葉っぱに色がついちゃったよとか、そういうことがありますね。なのでタイミングを見計らってはい、露天風呂から紅葉を眺める機会を伺っています。はい。温泉旅行ね、冬もすごいいいんですけど、秋の方が紅葉っていう意味では楽しいかなって思ったりしてますね。はい。で、食欲の秋ですね。食欲の秋については、秋の食べ物、美味しいものが多いですよね。実りのある秋とか言ったりしますけど、さつまいもとか栗とか、はい、さつまいもと栗はお米を炊くときに一緒に入れたりしますよ。で塩とか黒いごまをかけて食べるの。栗は外のトゲトゲも剥いて殻も剥いて入れるっていう意味ですね。でさつまいもの皮は、よく洗ってれば食べちゃってもいいんじゃないかなと思います。食べた方がいいのかな、なんか栄養があるみたいな聞いたことありますね。はい。あとは果物、果物は日本の梨、ラフランスじゃない方とか柿、あとブドウがありますね。はい。皆さんは果物好きですか？
私は朝かな、食べるとしたら朝か、あと夜寝る前に食べるのも美味しいかと思います。あとリンゴですね。はい、リンゴも秋の分類に入るのかなと思います。はい。あとは運動、スポーツの秋ですね。スポーツの秋か。よく運動会とかは9月10月にやったりしますよね。私が子供の頃は運動会では綱引きとか、あとはリレー、ダンスをしたり歌ったりっていう記憶があります。運動会の日に家族がお弁当みたいなのを作ってくれて持ってきてくれて、でその周り、トラックの周り、なんて言うんでしょうね、リレー走るところの道、名前が今出てこない。ちょっと待って、思い出せないんですけど、その周りになんか座って食べてとか、お友達のお母さんお父さんにこんにちはってやったり楽しかったなって思います。はい。秋はいろいろやりやすい時期だねっていうことなんですけど、最近私の体感だとね、秋と春がすごい短いんですよ。そう、めちゃめちゃ暑い夏と寒い冬が長い気がするんですよね。日本にさ、四季4つの季節があるって言われてるんですけど、最近は夏と冬が長いよって感じです。そうやっぱりね、春とか秋とか気候が良くて空がファーッと高くて綺麗で空気も澄んでますよね。そういう時期に外に出たりお家の中でゆっくりしたりっていう時間がね、もっと長くなればいいのになと思っているところです。はい。皆さんは日本の秋旅行したことありますか？皆さんはどこに行くんでしょうね。日本に秋に旅行に来たら果物狩りとかワンデートリップで行けると思います。東京だとね、季節の変わり目ってちょっと感じにくい時もあるかなとは思うんですけど、地方都市、ちょっと都内から出たところ、はそういう自然の変化だったり秋らしいものというか、そういうものがすごく身近にあると思いますね。はい。東京以外もいろんなところ旅行行ったら楽しいよって思っています。はい。最近は私は旅行は、浜松に行きました。浜松って静岡県ですね。車で高速乗ってで行くと富士山がちょっと見えました。あんまりね、天気がそんなに晴天っていうわけではなかったので、ふんわり富士山が見えたんです。すごい綺麗でしたよ。で行ったのはちょっと前だから、草木はすごい緑だった。
はい。旅行ね、旅行行きたいですね。あとどこに行きたいですかね、私は。というわけで今日は秋のお話と、あとは日本の国内旅行、いっぱいいいとこあるよっていう、私も行ってないけど行きたいなっていうお話をしました。皆さんの秋の思い出だったり、日本に来た時にとか、日本にいる子はこの秋に行きたい場所とか、よければコメントで教えてください。もしかしたら私もそこを行きたいなって思って行くかもしれないですはい、というわけで今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。